Hey guys! 元気があればウルージになれる。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆうてろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、残された超新星、47歳にしてルーキー、ウルージさんの役割です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話まだ読んでない人は、大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。最悪の世代こと11人の超新星。これまでの超新星たちはそれぞれに見せ場があり、麦わらの一味と絡みがありましたが、ウルージさんだけ絡みがない。ボニーには濃密なストーリーがありましたが、残されたウルージさんはどうなるのでしょうか。ウルージさんはビッグマムに喧嘩を売り、負傷した傷を廃墟の空島バロンターミナルで癒していました。そこにカイドウが現れてちょっと会話をしていましたが、そこから音沙汰がありません。このまま何もなくウルージさんは退場するのか。いや、小田先生はそういったことはしないでしょう。特にウルージさんはその濃いキャラクターからネット上では人気があり、ウルージさんを愛す者たちはウルジストと呼ばれています。さらに小田先生本人もウルージのことをウルージさんと呼んでいます。故にウルージさんにもまだ役割が用意されているでしょう。それはどんな役割なのか。まずウルージさんに貼られている伏線を考えましょう。ウルージさんには雷の伏線があります。前半の海でウルージさんは雷が降り注ぐ島雷神島へ上陸しようとしていました。雷神島とはそのまま雷神島でしょう。次にウルージさんはビッグマムに敗れていますが、このビッグマムも雷雲ゼウスを使います。さらにバロンターミナルでは雷を放つカイドウと出会いました。これらは何を意味しているのか。ウルージさんの雷の伏線、それは我は雷、雷イコール雷。ウルージさんとは全知全能なる神、宇宙。いや違います。ウルージさんはむしろ雷キャラと敵対しています。つまり雷と戦う男でしょうか。すると雷の神雷神といえばゴッドエネル。エネルは空島ビルカを滅ぼしてスカイピアを支配した神。そしてウルージさんは空島出身。つまりはおそらくその空島とはビルカ。ビルカとはゴッドエネルが滅ぼした国であり、そのビルカには屈強な空の戦士もいたといいます。この戦士こそがウルージさんの可能性がある。ウルージさんはかつてエネルに敗れたのか。さらに月の壁画にも同じ名前の都市が描かれていました。それは超高度な文明であり、明らかにベガバンクの技術は月の民由来であることがわかる。おそらく古代兵器の技術も月由来でしょう。つまりウルージさんの役割とは古代兵器を語るもの。すべての因果は月にあり。ウルージさんの技名因果ざらしのように神の名を持つ古代兵器のルーツ、その因果を晒すのがウルージさんなのか。そんなウルージさんがもしも古代兵器を語るなら、それはどこか。それはもちろんエルバフ。エルバフとウルージと古代兵器、この3つには薄いつながりがあります。まず超新星の名前のモデルは実在した海賊たちです。52巻 SBS ではウルージさんの名前のモデルはそのままアラブ人海賊バルバロッサ兄弟の兄バルバロス・ウルージだと明かされています。ちなみにボニーのモデルは女海賊アン・ボニーです。このアン・ボニーは男に変装して海賊に紛れていたり、妊娠したと偽って死刑を免れたり、アン・ボニーの逸話はどことなくですがボニーの話と似ています。つまりウルージさんの話もバルバロス・ウルージの逸話と少し似ている可能性がある。バルバロス・ウルージは16世紀に活躍した大海賊です。当時最強と言われたスペインの艦隊を沈め、12隻の艦隊を組んで地中海を荒らしていました。その兵力は一個人でありながら国家規模だったといいます。ウルージさんと古代兵器のつながりをここに見出せる。そんなウルージはバルバロッサ兄弟と言われ、弟がいました。その弟の名前がハイルディン。ワンピースでハイルディンといえばエルバフの巨人ハイルディン。ウルージさんとエルバフのつながりをここに見出せる。これらのつながりは薄いですが、しかし可能性はゼロではない。一応ウルージさんと古代兵器のつながりを考えましょう。ウルージさんの異名は海藻であり、仲間からは僧正と呼ばれています。つまり子供の頃の実家は空島の寺院だったのか。そしてウルージさんの船も般若の繁盛丸ですから、
これは仏教における般若心経を表す。ウルージさんのイメージ国もインドですから、ウルージさんには仏教のイメージがある。神と戦う仏の男、それがウルージさんなのか、いや神と仏どちらのイメージもあるのか。ワンピースにおいて神と仏といえばネロナ・イムセイ。ネロナの合体漢字が神、イムの合体漢字が仏。ウルージさんにはイム様、神仏のイメージがある。そして空島に登場したエネルのキャラクターデザインもまさに神仏のイメージを表したデザインでした。そんなエネルは故郷である空島ビルカを滅ぼしていますが、この話は800年前にそっくりです。神の国と呼ばれた国は空島スカイピアの他にもう一つありました。それは900年以上前、マリージョアの位置に存在した神の国です。イム様たち天竜人はこの神の国を滅ぼして新しい神を名乗って世界に君臨しています。そんな神の国の生き残りが黒い翼のルナーリア族キングでした。それならば空島ビルカの生き残りが白い翼の月の民ウルージさんなのか。ウルージさんがもしも空島ビルカ出身なら、ウルージさんとキングは表裏一体。白い翼の月の民47歳ウルージと黒い翼のルナーリア族47歳キング、そのように考えるとやはりウルージさんの重要度は高い。とにかくウルージさんには神仏のイメージがあり、雷に関係しています。するともしかするとウルージさんの両親とは神官でしょうか。64巻 SBS には幼いウルージが描かれています。このウルージさんは流れ着いた石を手に取って嬉しそう。これはおそらく255話で語られた星海から空島に流れ着いた珍しい物質でしょう。さらに274話には神官の息子が登場。神に仕える神官の息子はウルージさんにそっくりです。この空島の神官に注目しましょう。神官たちはエネルに仕えて6年間箱舟マクシムを作っていました。なぜ海もない空島に高度な造船技術があったのか。箱舟マクシムの設計者は一体誰なのか。それはもしかすると神官のウルージパパ。ウルージさんと空飛ぶ箱舟マクシムには関係がある。ここで一旦まとめましょう。ウルージさんに貼られた雷の伏線、そこからウルージさんにはイム様と同じ神仏のイメージがありそうです。さらにそこからエネルや箱舟マクシムとも関係がありそう。そしてエレバフとも関係がありそう。これらを全てつなげると、例えばウルージさんたちは廃墟の空島バロンターミナルから海に戻ってきてエレバフに上陸する。そこでルフィたちと遭遇して、まずは太陽の神ルフィと敵対しそう。なぜならウルージさんは神と戦う男だからです。ルフィもまた雷を武器にする我は雷でした。そこからいつものようにルフィとウルージさんは仲良くなる。そしてウルージさんはルフィたちにバロンターミナルで見たものを話す。例えばウルージさんがバロンターミナルで見たものとは何か。それはマザーフレイム。これがウルージさんの役割の一つ。マザーフレイムの存在をルフィたちにさらすもの。この時もちろんエルバフにはベガパンクもいる。これを聞いたベガパンクは驚きおののき。ベガパンクはマザーフレイムや古代兵器について語り出す。ルルシア王国を滅ぼしたマザーフレイムはまるで雷神島。黒い雲に覆われて姿が見えない兵器。マザーフレイムとは以前も考えたように天×竜の蹄でしょう。ウルージさんはバロンターミナルで天から落ちる清流カイドウを見た上に天×竜の蹄マザーフレイムを見た可能性。そこからさらにウルージさんの故郷がもしも空島ビルカなら、空島ビルカの寺院にはかつてもしかしたら月の古代都市ビルカについて分かるものがあった。それを幼い頃にウルージさんは見ている。つまりビルカと月の古代文明の情報を世界で唯一知っているのがウルージさん。ウルージさんが古代文明の技術、つまりベガバンクの技術、その因果を晒す因果ざらし。以上です。今回はウルージさんの役割を適当に考えてみました。それはウルージさんに貼られた雷の伏線からマザーフレイムへとたどり着きました。考察は当たるも八卦、当たらぬも雷鳴八卦なのでご容赦ください。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。
チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。